今回の動画はどこを切り取っても映えるウズベキスタンのヒバの様子です。ヒバは博物館都市とも呼ばれ、中世のイスラム世界を完璧な状態で都市丸ごと保存されています。町はイチャンから内城とディシャンから外城、2つの強固な城壁に囲まれています。その歴史は古く、伝説では2500年前にノアの箱舟の息子セムが井戸を発見したことが町の始まりとされる。16世紀から20世紀初頭にかけ、ヒバ汗国の首都として栄えました。17世紀から19世紀は中央アジア最大級の奴隷貿易の中心地でもありました。1990年にイチャンカラがウズベキスタンで初めて世界遺産に登録された。ブハラからヒバまでは寝台列車で約7時間。2026年5月から特急が開通し、半分の3時間半で行けるようになりました。ジャロリディン・マングベルディ号は2026年5月5日にデビュー。車内は洗練された最新のデザインで7両編成になっており、座席は VIP、ビジネス、エコノミーの3種類。タシュケントとヒバの約1020キロの区間を従来の13時間から約 7.5 時間に短縮しました。最高速度は時速250から260キロ。特にブハラとヒバ間の砂漠地帯の激しい気候変化に対応し、防塵・防砂機能に特化しています。開通したばかりでダイヤが不安定で私は断念。おとなしく寝台列車に乗りました。朝6時40分ごろ、ブハラ駅からヒバへ向かう寝台列車が到着。ホテルから駅に向かうタクシーでの賃金については前回の動画をご覧ください。列車は7時ごろ少し遅れて出発。クーペと呼ばれる4人1部屋の室内。私の寝床は左下のスペース。結構揺れるのですが、この揺れが心地よく爆睡。宿で朝食代わりに用意していただいたハムチーズパンとヨーグルトを窓の外を眺めながら食べます。その後は爆睡していました。目が覚めるともうヒバの近くまで来ていました。あっという間の7時間。4人部屋のメンバーガチャ次第ですが、寝台列車もありですね。私の部屋はみんな爆睡してました。13時50分ごろ、15分遅れでヒバ駅に到着。相変わらず外は暑い。気温は35度ぐらい。人の流れについて出口へ向かいます。ヤンデックスでタクシーを呼ぼうとしましたが、20分待ちだったため宿まで徒歩で行くことに。途中遊園地がありました。ウズベキスタンの学校、小学校かな。巨大な城壁が見えてきました。イチャンカラの街が近づくにつれテンションも上がってきました。 Google マップに従って20分ほど歩き北門に到着。多分駅からだと東門の方が近いです。イチャンカラに入場。色が統一され街に一体感があります。なんか映画のセットかテーマパークの中にいるような感覚。現実離れした景色にテンション爆上がりですが、荷物が重いのでとりあえず宿へ向かいます。ヒバシオブシュホテル。屋内は木材がふんだんに使用されています。宿はイチャンカラ内にあり、イスラムホジャミナレットに近く便利な場所。床の敷物がかわいい。ツインルーム1泊6600円。バルコニーから奥の城壁が見えます。
朝バルコニーでコーヒー飲んでたら、城壁の上を散歩中の人と目が合いました。宿で少し休憩してから16時半、観光開始。まずは一番近いイスラムホジャミナレットから。この塔は1908年から1910年にかけ、ヒバ汗国の最小イスラムホジャにより建設され、高さは57メートルあります。続いてパフラバン・マフムド廟。入場は共通チケットとは別料金で5万スム。パフラバン・マフムドとウイノは偉人であり、ヒバの守護聖人の名前。この人物、1247年から1326年の毛皮職人で無敗の格闘家であり、哲学者、詩人、ヒーラーと異色の才能と経歴を持つヒバで最も人望が厚かった人物の霊廟です。ムスリムの神聖な巡礼地の一つで、地元の方が祈りを捧げています。内部には2部屋あり、こちらは別の部屋。吸い込まれそうに美しい天井。歴代の王たちの墓も合祀されています。個別に見たいところだけ入場料を払えば良いと思っていたのですが、共通チケットがないと有名どころは入場できないと判明し、仕方なく西門の外にあるチケット売り場に来ました。共通チケットは25万スム、3400円。現地の物価に対してかなり高額ですが仕方なし。なんか機械が反応せず、結局手動で入場。西門付近が一番見どころが多く、観光客も多いです。これだけ多くのモスクやマドラサが狭い城内にあることに驚き。カルタミナル。建築途中に王が亡くなったことにより工事が中断し、予定の4分の1ほどの高さのまま現在に至る。クフナアルク。イチャンカラ内に別途建築された王の宮殿。1686年頃にアラン・ハーンによって建設された。謁見の間。玉座の間。ジュマモスク。213本の木製の柱が平らな天井を支え、一本一本に精巧な彫刻が施されています。最も古い柱は10世紀頃のもので、数本だけが当時のまま残っています。夕食はピザが食べたくなり、北門を出て徒歩3分のリアルピザというお店に。ピザとシャワルマとスプライトを注文。トマトの酸味とチーズが合わさり最高。サクサクで中は具だくさん。北門付近に少しだけ城壁に登れる場所があります。無料のところは距離も短く1段目だけ。動画後半に無料で2段目に登れる裏技紹介あります。ここでは忘れ去られたヒバの歴史についてご紹介します。
この東門前の広場は17世紀から19世紀前半、中央アジア最大の奴隷市場だった。300年間で約100万人が拉致・取引されたと推計される。支配者や現地部族が近隣の村やシルクロードを往来するロシア人とペルシア人を襲撃して拉致、捕らえた者を奴隷として東門通路に閉じ込めた。60メートルある通路の両脇のくぼみに所狭しと詰め込んだ。健康状態、筋肉のつき方、手足の傷、視力や聴力などにより家畜同様に値段をつけられて売られた。買われた奴隷たちはヒバの城壁やメドレセなどの大規模な建築、農作業に使われた。立て、今日からお前は奴隷だ。そこの女もついてこい。お前らいつまで起きているんだ。早く寝ろ。昨日は酔いがたいのロシア人が入ってな。ラクダ4頭で買わないか。こいつらはラクダ2頭だな。1873年にロシア軍によるヒバ遠征でロシアが勝利。奴隷市場は閉鎖され、奴隷制度も廃止されました。この美しいヒバの街並みが奴隷の労働力によって作り上げられたと知ると、少し見え方も変わります。夕方の西門付近といっても20時。ウズベキスタンは日が長いです。広場では夜遅くまで子供たちが遊んでいました。日が落ちてライトアップが始まりました。やっぱりウズベキスタンの夜景は素晴らしい。カルタミナルのタイル装飾が映えます。宿へ戻ります。もう22時、おやすみなさい。朝7時半、朝食を食べて部屋でゴロゴロ。10時頃、宿を出て昨日回れなかったところへ。暇そうっすね。1万スムでいろんな写真撮ってくれました。タシュハウリ宮殿、1830年から8年かけて建築された宮殿。163部屋もあり、内部の迷路のような廊下で結ばれている。王の寝室。当時の衣装や食器も展示されています。明日飛行機に乗るのに荷物が増えて、手荷物用カバンを探しにたまたま見つけた市場へ入ります。場所が分かりづらいので載せておきます。ヒバで一番お土産の品揃えが良く、価格交渉も可能なのでお土産探しにおすすめです。女性用の服が豊富で、現地服をお探しの方にもおすすめ。昼食は探検がてら北門から徒歩15分のサモサ屋へ。ソビエト感が残るサモサ店。
地元民向けなので英語は通じません。翻訳アプリと身振り手振りでなんとか注文。人気店だけあって味は間違いなし。アクシェイクババの見張り台の入り口が地味で見つけにくいので注意。これも場所を載せておきます。入場料は別途10万スユムかかります。高額ですが見晴らしが良いのでぜひ。階段を上りきるとヒバを一望できる絶景が広がります。直線ではなくくねくねした城壁が続く。壁の内部は日干しレンガを使用し、表面は土と藁で塗られています。地元の若者が伝統衣装で記念撮影。観光客の注目の的になっていました。一度宿に戻り休憩。20時頃また西門付近をお散歩。21時、前日から予約していたテラッサカフェに。角席ではないですがかなり良い席。マスタバというトマト風リゾット。ヒバ名物グリーンパスタ。シビット推しという名前で麺に生のディルハーブを練り込んでいるため麺が緑色です。味はまあぼちぼち。隣にいた福岡からの日本人女性お二人と旅行話に花が咲き、楽しい食事でした。もし見ていたらコメントください。23時、気絶。旅も9日目。とある方から地元民に城壁に上がる方法を聞いたと伺い、詳しい場所は聞かなかったのですが、自力でこれかなという場所を発見。4万スム払えば合法的に登れるそうですが、そもそも入場口が分からず見つけられなかったです。
edimde o. Endi bilmayman bunaqa dedim. Bular o'zicha chiqyapti dedim.崩れているところもあります。ここで行き止まり。昨日登った見張り台が見えますね。ここからも景色が見れますが、どちらかというと城壁の上を長距離歩けるのがメインです。遠くまで見渡せて景色が良いのは見張り台の方。逆に見張り台は狭い範囲しか歩けません。どちらも行けてよかったです。タシケント行きの飛行機に乗るためタクシーでウルゲンチ空港へ向かいます。ヒバから空港までは約1時間。ウルゲンチ国際空港。一応国際空港ですがかなりこじんまりしています。注意点としてはオンラインチェックインしていてもカウンターでチケットの発券が必要です。偶然タジキスタンツアーでご一緒した H さんが同じ便でトルクメニスタン旅の様子を聞かせていただきました。いつか私も行きたいな。小さな売店が一つだけあります。今回はここまで。次回の動画はウズベキスタンの首都タシケントの様子をお届けします。お楽しみに。